私はあかり、普通の中学2年生。めんどくさいし宿題やるのやめてポテチ食べよ。ねえリン、凡人で終わる悪い習慣ってあるのかな。なんだよいきなり。いやあるのかなって思って。あるぞ凡人。いや私凡人なんかい。教えてよ。500円。金取るのか。お願いします。よし、教えてやろう。まず一つ目は誰かのせいにする癖がある人だな。誰かのせい？例えば俺が貧乏なのは国のせい、政府のせい、上級国民のせいとか言っているやつは、まず凡人のまま人生の幕を下ろす。この考えをしているやつはもうゲームオーバーだ。いや、私じゃん。いいか、20歳を過ぎたら全て自己責任だ。国も人も当てにしちゃいけない。覚えておけ。わかった。リン、9歳だよな。2つ目は新しいことに挑戦しない人だ。挑戦？いや、私じゃん。いいか、この世の中大抵のことはやったもの勝ちなんだ。メモる。ちなみに太陽の塔を作った岡本太郎は、こっちに行ったらダメだと思う方にかけろと言っている。あえてダメな方を選べってこと？なぜなら危険な道は、本当は自分が行きたい道である場合が多いからだ。本当は行きたい道か。いつも挑戦できない人は、常に頭の中でやらない理由を探しているんだ。確かに。例えば転職したいのに、給料が減ったらとか、今不況だしとか、タイミングが悪いとか、人間関係が悪くなったら、とああだこうだと考えてしまう。わかるなぁ。だけど最も恐るべきなのは、挑戦をせずに年だけを取った自分だ。そういうやつが死に際にもっとやっておけばよかったとか言うんだよ。なるほど。怖いけどいろいろ挑戦しよう。3つ目は人をバカにする人だ。人をバカにか。いいか、バカにするというのは下の立場から上の立場に向けて行われるものなんだ。下から上に？例えば部下が上司をバカにしたり、底辺 YouTuber が有名 YouTuber をバカにするのをよく見るだろう。あれは自然なことなんだよ。でもバカにされるの悔しいよね。甘いな。これだから中学生は。リン、小学生だよね。バカにされるってことは行動力があるっていう証なんだ。この世の中はバカにされればされるほど成功に近づいていくようにできているんだよ。これが世の中の真理なんだ。逆にバカにしていた人間はバカにする人同士でつるんでどんどん落ちぶれていく。なるほど。ちなみにそういう人はゴシップが好きだな。そもそも芸能人が結婚したとか不倫したとか逮捕されたとかどうでもいいだろう。確かにどうでもいい。自分の人生に集中している人は芸能人のゴシップニュースに1ミリも興味がない。なるほど。だからバカにされる人間というのは選ばれしエリートってことだな。わかった。最後は今が楽しければいい人だ。今が楽しければか。例えば今楽しいからギャンブルでお金を使い切ってしまうとか、楽だから自堕落なニート生活を過ごすとか、今食べたいからたくさんお菓子を食べるとかだな。でも今この瞬間に気持ちよくなりたいって本能じゃないの？気づいていないのか。本能のままに生きると人間は不幸になるんだ。それは暇さえあればスナック菓子を口に放り込んでいるデブを見てもわかるだろう。確かに。非凡になるということは少数派に属するということだ。つまり本能に背いた行動、自己管理を徹底しなければならない。ガクトなんてお米食わないんだぞ。以上だ。なるほど。深いな。すごく納得したよ。500円の価値あった。それはよかった。また何かあったら教えてやるぞ、凡人。ってやっぱり私凡人なんかーい。今日の授業は終わり。また来てね。